さあ皆さんこんにちは。こんにちは。嬉しい。ありがとうございます。こんにちは。拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お優しい。ありがとうございます。ありがたい。ありがとうございます。さあ本日はですね、エンタングル展の会場にお越しいただきましてありがとうございます。まもなく量子コンピュータ広角機動隊分子科学研究所大森健二教授と押井守監督によるトークイベントを開催いたします。なお本日の模様はですね、ライブ配信をしております。客席が映ることもありますがご了承をお願いいたします。それでは今しばらくお待ちください。こんにちは。わー、うわー、ありがとうございます。うわーあったけー、ありがとうございます。嬉しい。さあ皆様、
お待たせいたしました、これより量子コンピューター広角機動隊量子コンピューター押井守監督分子科学研究所大森、教授によるトークイベントを開催いたします。さあ改めまして本日、司会を務めさせていただきますやたら体力アルピン芸人、桑形心です。よろしくお願いします。お願いします。心の底からそこからお願いします。ありがとうございます。若干ピリついたところでありがとうございます。さあ配信をご覧になって皆さんも届いてますかね。こんにちは。はいどうもこんにちは。はい、今は大阪・関西万博エンタングルモーメント展の特設会場からお伝えしております。はいということでこちらのステージではですねゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊の巨匠押井守監督と量子力学量子コンピュータの権威、分子科学研究所大森健二教授によるスペシャルなトークイベントを行います。もう楽しみですね。もう楽しみでございます。さあまずは2人のトークをより楽しんでいただくために大森教授に量子とは何かを特別講義をしていただきます。私もですね初めこれ見た時に量子って何って思ったんですよ。量子っていうことを学びました。はいもう本当にすみません学がないもんですみません。ただね名前にもあるように心はありますのではい好奇心旺盛でもう本当に今日はワクワクしております。楽しみでございます。さあ私も皆さんと一緒に講義を聞いて量子について学んでいきたいと思います。さあそれでは登場していただきます分子科学研究所大森健二教授お願いいたします。拍手お願いします。さあ大森健二教授は熊本県生まれ東京大学工学部を卒業2003年に分子科学研究所の教授となり研究を行っています。現在は高分子科学研究領域の研究主幹として、量子コンピュータの分野で世界最先端の研究を進めています。内閣府ムーンショット型研究開発事業のプロジェクトマネージャーとしても量子コンピュータの研究開発に取り組んでいます。世界が注目するトップランナーです。では今日はよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。画面皆さん、今年2025年は、量子力学が生まれて、100年これを記念してユネスコが国際量子科学技術年というものに定めております。しかし、量子力学にはこの100年経った今も誰も解決したことがない大きな謎が残されています。でしかもその謎は量子コンピューターが桁違いに速い大きな理由の一つとなっています。量子コンピューターはなぜ速いのか、これからしばらくこの100年の謎について皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思います。これは、クジラです。でここに2つの命題を考えます。で1つはクジラは哺乳類である。でクジラは魚類である。皆さんどうでしょうか。そうですね、クジラは哺乳類であって、魚類ではありません。このように我々の常識の世界では、矛盾する2つの事柄のうち一方が正しければもう一方は必ず間違っています。じゃあ光は粒でしょうか波でしょうか。粒つまり粒子と波は、哺乳類と魚類以上に相反する概念です。粒子は極在してますよね。例えば今このステージの上と皆さんのご自宅に同時に存在しているサッカーボールっていうのはありえないですよね。一方波は
空間的に広がっています。原理的には宇宙の果てまで広がってていいわけです。でもう一点、粒子はぶつかって跳ね返ります。ところが波はぶつかっても跳ね返らずに重ね合わせることができて、お互いに強め合ったり弱め合ったりします。でこの現象を波の干渉と呼びます。で今この波は重ね合わせることができる。でそして重ね合わせた波の束を波速と呼ぶということを、覚えておいてください。後でまた出てきます。でこのように、粒子と波は相反する概念なので、光がもし粒であれば波ではない、逆に波であれば粒ではないというのが我々の常識の世界の、世界観であります。でこの問題について、イギリスの物理学者トーマス・ヤングが今から200年以上前ですね、1805年頃に、後にヤングの実験と呼ばれるようになる歴史的な実験を行っています。今、池の水面に石ころを1個投げ込んだ場合を考えます。そうすると、その石ころの周りに、波が広がりますよね。波紋と言います。で次に石ころ2個投げ込んだとします。そうするとそれぞれの石ころから波が広がって重なり合って、その2つの波が強め合う明るいラインと暗いラインがこう交互に現れることが分かります。でこれは先ほど申し上げたように2つの波が強め合ったり弱め合ったりする干渉と呼ばれる現象です。でもし光が波だったら、今ここにランプを置いて、でここに細い隙間スリットを2つ開けておきまして、この壁に向かって光を照射する。そうするとこの狭いスリットから2つの光の波が広がって強め合う明るいラインと暗いラインが現れるはずです。ですのでここにスクリーンを置いたら明るいラインと暗いラインの縞模様が見えるはずですね。でこれを干渉縞というふうに呼びます。でヤングは今から200年以上前にこの天才的な実験をやって見事に干渉の縞模様を観測した。これによって光は波であるということを実験的に証明したわけです。じゃあ電子は粒でしょうか波でしょうか。我々の一般的な理解では電子はちゃんと質量もあるし一個の粒子であるというふうに理解してますよね。けど本当にそうでしょうか。この問題について日立製作所の殿村明博士は1989年頃に衝撃的な実験を行っています。殿村さんはヤングの実験のランプを電子の発生装置に置き換えて、このスリットを開けた板に向かって一個一個電子を送り込んで、その背後にある検出器のスクリーンにどういった信号が現れてくるかを観察しました。そうすると最初は我々の予想通り電子は粒子ですから、このように点が粒子として検出されていきます。ところがこの点を時間をかけて蓄積していくと、驚くべきことにスクリーン全体に広がった波でないと観測されないはずの干渉縞が現れる。でこの実験が言っていることはこうです。電子は検出する前は波である。じゃないと干渉の縞模様は見えないはずです。でもなぜかこの検出器で検出された瞬間に空間的にシュルシュルと縮んで粒子に変身してしまうということをこの実験は言っています。先ほどのクジラと違って電子は波と粒子の両方の性質を持っているということが分かります。魚類と哺乳類とは違って電子は波であって粒であるということになります。今日は時間がないので省きますけれども、電子よりもずっと大きくて重い原子、そして我々のこの体を作っているような大きな分子、これらも波と粒の両方の性格を持っているということが分かってきました。
じゃあ粒子とその粒子の波の関係っていうのは一体何なんだ、一体どうやって説明してればいいのか。でそこで、新しい物理学の基礎理論が必要になってきます。量子力学が登場します。これはその量子力学が登場してくるときに、非常に重要な役割を果たしたオーストリアの物理学者エルヴィン・シュレディンガーさんです。彼は今からほぼちょうど100年前にいろんな条件の下で、さっきの電子の波、物質の波を正しく導き出す方程式を考え出しました。で今この方程式の解、答えである、ギリシャ文字プサイで表された物質の波を波動関数と呼ぶことにします。でこれは横幅が数ナノメートルしかないものすごく小さな井戸に1個の電子を放り込んだ時の電子の波の様子です。でこの方程式を解くと出てきます。ここで1ナノメートルというのは1ミリの100万分の1ですから、ものすごく狭い井戸です。それぞれのエネルギーに対してそれぞれの波が対応しています。で一方電子そのものの粒子っていうのは1ナノメートルの100万分の1のサイズしかないものすごく小さな粒子なんですね。で要するにこの井戸の幅の100万分の1以下のサイズしかないものすごく小さな粒子なんです。要するにこういった電子の波の形やサイズは本当の電子の粒子の大きさと形とは全然違います。一体この波動関数、物質の波はこの粒子の何に対応しているのか。でそれに対する一つの答えがこのボルンの確率解釈と呼ばれるものです。ドイツの物理学者です。それはシュレディンガーの方程式を解いて出てくる波プサイの振れ幅が大きいところ、例えばこの図だとこの赤い矢印で示したような部分を電子を探すと見つかりやすいよというものです。でもっと正確に言うとこの振れ幅の事情を取るとそこで電子が見つかる確率になります。で観測した途端にこの波は粒子に変身してしまうわけです。つまり観測するまで、粒は確率的にしか存在しないということになってしまいます。非常に気味の悪い結論になってしまいます。でシュレディンガー自身はその自分の方程式を解いて出てくる波動関数をこういった確率解釈で、理解されることが嫌で後年反論を試みています。でその時用いたのが有名なシュレディンガーの猫のパラドックスと呼ばれるものです。皆さんもご存知の方がおられるかもしれないです。で今、箱の中に猫と放射性原子とガイガーカウンターと生酸毒入りの瓶を入れておきます。で放射性原子は原子ですから先ほどのシュレディンガー方程式に従って、時間発展します。1時間に 50% の確率で、放射線を放出します。でその放射線をガイガーカウンターが検出するとこの仕掛けが動いて、この入れ物が割れ、生酸で、毒でこの猫は死んでしまう。こういった仕掛けを作った上で箱に蓋をします。で問題は、蓋を閉めて1時間経った時点で猫は生きているでしょうか、死んでいるでしょうか。どうでしょう、どう思いますか。ボルンの確率解釈による答えはこうです。人が蓋を開けて中の様子を見るまでは猫は生きてもいるし死んでもいる。つまり生と死の 50% ずつ半分ずつの重ね合わせの状態になっている。先ほども言ったように放射性原子はシュレディンガー方程式に従うので1時間後には放射線を放出する状態と放出しない状態の半分半分の重ね合わせになっているはずです。最初の方でお願いしましたよね。波は重ね合わせることができてこの重ね合わせた波の束を波速というふうに呼びます。でそして誰かが蓋を開けて中を確かめた瞬間に猫が生きているか死んでいるかが選択される。
確率的に選択されるということになってしまいます。この結論が意味していることは、観測することによって対象、この場合は猫の状態が確率的に選択されるんです。このどちらかで。この選択されるということを量子力学の言葉で収縮すると言います。それは2つ重なったものがどちらかに縮んでしまうからです。もう一人の素晴らしい物理学者、デンマークのニールス・ボー、この人も量子力学の成立に大きな役割を果たした人です。彼は相補性という考え方を提唱しました。私たちの常識では最初のクジラでも見たように、もし2つの記述が矛盾するならどちらかが間違っています。しかしボーアの相補性は、例えば今電子を対象とすると、電子の波と粒子の振る舞いは互いに矛盾するけれども、電子を完全に理解するためには両方を受け入れるしかないじゃないかと言ったわけです。つまり対象が粒子に見えるか波に見えるかは見方による。これは非常に現実的な決着です。このような100年前の偉大な物理学者たちのシュレディンガーの波動関数の解釈、これは今のいわゆるコペンハーゲン解釈と言われる世界観につながっていきました。それはこういうものです。観測前の状態は確定できない。だからあんまりちゃんと考えない方がいい。ただいろいろな状態、波、波動関数がある確率で重なり合った状態、波速になっている。でこの波の束を誰かが観測した瞬間に、その中の一つの波に確率的に状態が選択される。先ほどの言葉で言うと縮んで収縮してしまう。でこれは本当に革命的な世界観です。ところが私にはこれは一種の道具主義、役に立てばいいじゃないかっていう道具主義であって、真理の追求を放棄しているように見えてしまうんです。で実際アインシュタインはこの確率解釈を受け入れませんでした。これはボーアとアインシュタインの論争の一例です。アインシュタインはこう言います。量子力学は確かに大したものだ。しかしまだ本物にはなっていないと感じる。で非常に役に立つ理論だが、古い理論で解けなかった秘密にはちっとも近づいていない。私はどうあっても神がサイコロを振ることはないと確信している。これに対してボーアは神に指図するのをやめてくれと言ったそうです。リチャード・ファインマン、アメリカの物理学者、この人はこれまでで一番深く量子力学を理解した一人と言われています。でそのファインマンですら量子力学を理解している人は一人もいないだろうと言っています。そもそも先ほどの相補性を提案したボーア本人が量子論によってショックを受けない人は量子論を分かっていない人だと言っています。このように観測の問題、観測するということはどういうことなのか、観測によって波速はどうやって収縮するのか、この観測の問題は過去100年間誰も解いたことのない、今も人類に残された最大の謎の一つです。それから100年が過ぎた。我々がこの謎に向き合い始めて100年が過ぎました。その100年の間、人類は量子力学の大きな成功を目撃してきました。例えば我々の身の回りにあるコンピューターやコンパクトディスク、あるいはインターネットなど今や量子力学を応用した製品は我々の日常生活に深く浸透しています。一説によると米国の GDP の 30% は量子力学の応用製品によると言われています。で今さらに、これまで見てきたような量子力学的な粒子が持つ波の性質を生かして、夢のような技術が開発されようとしています。でその代表が量子コンピューターであります。でしかもこの量子コンピューターは実は量子力学100年の謎によって動く量子機械なんです。でそのことについて簡単に説明したいと思います。今量子コンピューターがあって、その中の2つのビット、これは今の我々の古典的なコンピューターの中のビットに対応するものですけれども、量子ビット1と量子ビット2を考えます。そしてこれらの2つの量子ビットのペアの2つの異なった状態の重ね合わせ状態を考えます。で1つは量子ビット1が0で量子ビット2が
1であるこの赤の状態で、もう一つは量子ビット1が1であって量子ビット2が0である青の状態で、この重ね合わせ状態を準備します。でこの2つの量子ビットは空間的にものすごく離れていて、力は絶対に及ばさない状態にある。その上で量子ビット1だけを局所的に観測する、操作する。そうするとこれまで見てきた量子力学100年の謎を通じて、この赤と青の重ね合わせ状態は赤に収縮するか、あるいは青に収縮するか、確率的にどちらかが選ばれるわけです。でこの例が言わんとしていることはこうです。量子ビット1を操作した瞬間に遠く離れた量子ビット2も空間を超えて同時に操作できるということを示しています。このように2つあるいは複数の物体の空間を超えた結びつき、これを量子もつれというふうに呼びます。しかも2つの量子ビットの間に量子もつれを発生させる計算素子、これを2量子ビットゲートというふうに呼んでいます。2量子ビットゲートは量子力学100年の謎を通じて量子コンピュータを劇的に観測するための鍵になっています。我々もここ日本で量子コンピューターの開発を進めています。ここでは原子を一個一個動くレーザー光で掴んでどんな形にでも並べることができて、その原子の一個一個、これは本当に撮った写真です。皆さん一個一個の原子を今見ています。この一個一個が量子ビットとして動作します。こういった量子コンピューターを中性原子型の量子コンピューターというふうに呼びます。で我々はこの量子コンピューター開発においてたくさんの世界的なコアコンピュータンスを持っています。でコアコンピュータンスというのは簡単に真似することが難しい強みのことを意味しています。例えば大規模化の技術、現在1万量子ビットに向けて開発を継続しています。さらにはこういったたくさんの量子ビットを一括して最適化して均一化する全自動の初期化システム、さらには超高速レーザー技術の量子コンピューターへの導入、さらにその技術を生かした超高速2量子ビットゲート、これは従来の中性原子型の2量子ビットゲートを一気に2桁加速する非連続的なイノベーションです。このようなたくさんのコアコンピュータンスを背景に我々は今2つの大方針に従って開発を進めています。一つは今ご紹介した超高速2量子ビットゲートをはじめとする世界最先端の要素技術の開発と高度化です。ここでは特許戦略が順調に進展しています。もう一つは日本で初めて世界でも数少ない中性原子型のフルスタック量子コンピューターシステムの開発です。でこのフルスタックというのは任意のユーザーに対応するためにソフトウェアスタックからいくつかの制御スタックを経て心臓部である量子演算装置 QPU に至るまでさまざまなレイヤーを統合したフルシステムです。このような要素技術が成熟するたびに一個一個このフルスタックシステムに技術推薦していきます。これはこのフルスタックシステムの心臓部である QPU の最近の様子です。7月7日に撮った写真です。クリーンルームの中に設置されています。でこれは演算に必要なすべての光学部品、光学系を集積化したオールインワンの QPU になっています。ものすごく頑丈で安定かつコンパクト、縦が1メートル、横が 1.6 メートル、従来装置の8分の1サイズに小型化することに成功していて、室温で動作するので冷凍機はいらないです。で現在今年のうちの稼働に向けて最終調整中です。こういった量子コンピューター開発は内閣府のムーンショット型研究開発事業のもとに行われており、
私大森がプロジェクトリーダーを仰せつかっています。このような量子コンピューターを社会実装するための中性原子量子コンピュータースタートアップヤクモ社というスタートアップ企業を4月1日に創業しました。もう一度100年前に戻ります。これは1927年にベルギーのブリュッセルで開催されたソルベイ会議の一つの写真です。でこの会議においてボーアとアインシュタインが今日皆さんと一緒に目撃してきたようなこのショッキングな量子力学的な世界観について激論を交わしたという記録が残っています。でそれから100年が過ぎました。で量子力学は大成功した。今日見てきた量子コンピューターのようにさらに夢のような技術が開発されつつある。しかし量子力学100年の謎は未だに解かれていないし、今後も解かれることはないかもしれません。でもいつかは我々が開発している量子コンピューターや今日はご紹介できませんでしたが量子シミュレーターを使ってこの量子力学100年の謎を解明したい、その日を夢見て我々のチャレンジは続きます。以上です。ご清聴ありがとうございました。大森教授ありがとうございました。ありがとうございました。いやもう下がっていいですか。難しすぎます。本当に難しすぎて何ですか、波を観測しようとしたら粒子になって気味が悪いみたいなおっしゃってたじゃないですか。もうずっと気味悪かったです。みんな気味が悪い。気味が悪くない人は世界中に今一人もいない。本当ですか、仲間ですか。あ、よかった。もうずっと分からなすぎて、いやでもすごい面白い世界ですね。常識が覆るというか、難しいです。謎っていうのはやっぱり不快なんだけど、夢もあるんですよね。そこでこんなにいっぱい一生懸命量子の研究をしている人が出てくるんだと思います。じゃあこの量子コンピュータがこう未来とかもいつか変えていくんですかね。そうあってほしいと思います。ありがとうございます。ではこの後も引き続きお話を聞いていきたいと思います。大森教授、一旦ありがとうございました。この後もお願いいたします。さあそれではこの後もいよいよ押井守監督にも登場していただきまして、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊と量子コンピュータについてお二人の対談を、していただきたいと思います。さあ対談の準備をいたしますので会場の皆様はしばらく数分ほどお待ちください。
よいしょ。はい、今セッティング中でございます。はい、ありがとうございます。改めまして、本日司会務めさせていただいてます松竹芸能のやたら体力のピン芸人桑形心です。お願いします。ありがとうございます。嬉しい、優しい、ありがとうございます。嬉しい。僕ほんまにドキドキしてて、ほんまにめちゃくちゃ緊張してまして、私この今日 MC させていただいてるんですけど、この決まった経緯っていうのもマネージャーさんから連絡が来まして、こういう万博でこういうトークイベントがあって、でこの MC に心ちゃんがどうのこうのってやった時に、この記事合ってるって LINE が来たんですよ。その記事見たら、桑形心意外な経歴と学歴にびっくりって書いてあって、その下に大阪府立大学電気電子系学部卒業員、高卒なんですよびっくりして、私じゃないです言うて、でその下にお笑いの道を選んだ彼女の決断力には驚かされますよね、やかましいと思ってなんなんとか思いながら、でマネージャーさんにすいません私高卒なんですけど間違えてます、この記事違いますって送って、でその涼子って何ですかって送って、そしたらあそれ記事間違えてますねって、でもそれでもOK をいただいて今日この場に立ててるということで奇跡です。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。でも本当にこの準備期間の間でいろいろ見てたら、ほんまに常識が覆されるというか、もうめちゃくちゃ楽しくて、今日という日ワクワク楽しみにしてるんですけども、準備ができたということで、はい、では呼び込ませていただきたいと思います。よいしょ。すみません、粗相いっぱいあると思うんですけども、温かい目で見てくださいお願いいたします。さあそれでは皆様改めまして本日の、イベント司会を務めます桑形心です。配信をご覧の皆さん、大阪・関西万博エンタングルモーメント展の、特設会場からお伝えしております。届いてるかな、届いてるかな。はい、ということでお待たせいたしました。ここからは押井守監督、そして分子科学研究所大森健二教授によるスペシャルトークを開始いたします。さあそれではゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊押井守監督、そして量子コンピューター分子科学研究所大森健二教授のお二人による関西大阪万博スペシャルトーク、再び登場していただきたいと思います。お願いいたします。ありがとうございます。分子科学研究所量子コンピューターの権威大森健二教授です。真ん中にお願いいたします。そしてゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊、機動隊の押井守監督です。お願いいたします。では押井守監督のご紹介です。東京出身、東京学芸大学在学時から自主映画を制作、映画監督、アニメーション演出、小説家、脚本家、ゲームクリエイターなど多方面で活躍されています。ゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊をはじめとして数々の名作を生み出し、ハリウッド映画をはじめにエンターテインメント界に大きな影響を与え続ける存在です。そして皆さん見てください、押井守監督の右膝私のステッカー貼っていただいてます。キャー、ちょっと見てください。これは松竹芸能にちょっとつけたいと思います。撮ってありがとうございます。すみません、はしゃぎすぎました。ありがとうございます。いやーもうこんな名誉なことないですよ、本当にありがとうございます。さっきねステッカーを渡させていただいたんですけども、すぐ右膝に貼っていただきまして、すみません、ありがとうございます。ではお二人本日はよろしくお願いいたします。ご着席ください。さあ私も失礼いたしまして、さあ今年2025年はですね、量子力学の誕生から100年、映画ゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊が公開されて30年という記念すべき年に
この万博会場でのトークイベントが実現いたしました。いや本当に貴重な年でございますね。私は芸歴5年目でございます。ありがとうございますさあお二人は、万博会場いらっしゃいましたがいかがですか。どうですか。そうですね、活気があって、はい、経済力を感じて非常に頼もしいですねどこか回られましたか。これから、やらせていただきます。押井監督いかがですか。僕はオープン前にですね内見の機会があって、はい、すぐそこのガンダムかガンダム好きなんですか。いやそうじゃなくてすいません行かれてたんですね。私の弟子みたいな監督がその仕事をやってたので、はい、まあ様子見に来たっていうことで。様子見です。ぜひこのちょっとイベントが終わった後もぜひ回られていただきたいなと思いますけども、さあ私もですね広角機動隊を3回見ました。マジで3回見ました。大森教授は広角機動隊をどのようにご覧になられましたか。非常にもう没入してみました。はい、すごく魅了されますよね。そうですね。はい。以前からはやっぱファンだという方にって聞いてますけども。そうですね。はい。非常にやっぱ世界観というんですかね。昔音楽やってたんですけども、はい。まあその上で我々がこう頭の中に描いていた世界観と非常にこう似通ったものを感じてですね。はい。それで没入することができたと。まだ自分が書く曲なんかにも非常に影響を受けた、そういった経験を持っています。そうなんですね。今からもう、40年前ぐらいですかね、30何年、はいその時代であれだけのクオリティで本当にすごいなってこう、ね、コメント欄とか見てても、ファンの方すごく湧いてると思うんですけど、押井監督いかがですか。もう古い話っていうか、30年40年前の話なんで、はい、で作品からねその大きな誤解が始まったと思うんですよ。つまり私がその先端物理であるとかねコンピューターとかデジタルとかの専門家なんじゃないかっていうね、それ大変な誤解で、はい、考察でいらっしゃる、はい、私もですね高校の時は半分ぐらいしか高校に行ってなくてですね、いろいろこう今で言うだからその引きこもり系に近かったんですよ。引きこもりだったんですか。学校に行くのが嫌で、でなおかつちょっといろんな活動をしてたので、はい、やばい活動もしてたので何ですかやばい活動って聞いていいですか。基本的にですねほとんど勉強してないんですよ。高校3年間でほとんど勉強しなかったので。勉強なしで物理で赤点を取った男なんですよ。物理で赤点ですか。赤点取ったで数学もほぼ毎回赤点だったんですよ。だから理数系とは全く縁がない男で、僕はそのコンピューター方面であるとかネットワークであるとかね、そういったことに関して非常にこう詳しいんじゃないかっていうね、誤解されている方が大変多くてですね、今回も多分そういう関係で誤解されて呼ばれたのかなっていうふうに思ってるんですが、実際には映画が全てそうなんですけども、僕が作ってきた映画っていうのは、理論的に積み上げて考えたものじゃなくてほとんどが妄想なんですよ。妄想。なんとなくこういうふうな時代が来るんじゃないかなとかね、人間っていうのはこっちの方向に行くんじゃないかなとかいうね、個人的な妄想なんですよ。もちろんその妄想になっているのは世の中の動きみたいなことの知識からその妄想っていうのが生まれてくるんだけど、基本的には理論的な根拠とか特に何もないんです。広角機動隊の世界に描いた時もですね、基本的にそのネットとかほとんどなかった時代で、インターネットがまだこう産声を上げた頃の時代ですね。当時の僕はネットをちょこっとやってましたけど、PC 持ってたから。なぜ PC 持ってたかというとゲームが好きだったからで、当時はだから BBS か BBS と言われてた、インターネットの初期形態みたいなことをちょっとやって、皆さん喧嘩してやめちゃった経験あるんですよだから実はスマホどころか、当時スマホなかったけども携帯電話すら持ってなかった。だからああやって人間がネットで全部つながっていくっていう世界は、基本的にただの妄想なんですよ。ちょっとパニックですよ、私も誤解してました。本当に物理とかに長けてらっしゃって、だからその
だから私も物理で赤点取ったことあるので仲間っていうことですね。そうですでその妄想で作り上げたものが今結果的にこう30年その、映画から30年経った今リンクしてるので妄想というか必然性というかなんかちょっとびっくりしております。ただ一つあるのは、はいそういう数学が全くダメなので、はいね、微積分でつまずいた男なんですよ。ほう微積分から先に行けなかった男なんですよ。何をやらされてるのか全く理解できなかった、ただし科学そのものにはその新人な興味があってですね、人間がなぜ科学技術ってものに向かって邁進していくのかとか、そういった歴史過程にはすごく興味があるんですよ。で今日出てきたような科学者の方々の名前もですね、非常によく知ってて、彼ら個人のことに関してはよく知ってるんですよ。そうなんですね。彼らが語る理論に関しては半ば以上のことは分からない。てかほとんど分からない。ただ科学者っていう存在は非常に興味があって、だけど科学的な理論に関してはなぜ数学がダメなので、そこからもうすでにダメなんですよ。ただいくつかそういうようなアポリアっていうかね、解決不能な問題が科学の世界にはたくさんあって、でそれがどっちの方向に向かっていくのかということには、絶えず興味がある、言っちゃうとそういう立場なんですよ。大森教授知ってましたか？いや多分今日お会いするまで、はい、初めましてですか？初めて。そうなんですね。だから結局ね、なんか僕は結構こういう場に呼ばれることが多くて、学者さんとかと結構多くお会いしてるんですよ。はい。で大体皆さんこの作品が好きみたいで、この作品を見て要するに学問を目指しましたっていう方もいたんですよ。はい。その方はナノテクノロジーの専門家でしたけど、ナノテクの専門家ですね。だからね、結局ね、そういうふうなことが僕らの仕事だと思ってるんですよ。理屈じゃなくてビジョンでまず示すっていう。でそのビジョンが合ってるかどうかはよくわからない。でももしかしたら科学やってらっしゃる方のものの考え方もどっかそういった似てるところあるんじゃないかっていうふうに、そうなんですよね。僕は思ってるんですよ。だから必ずしも数学が優秀な、秀才な方がすごい発見するっていうことではもしかしたらないかもしれない。びっくり。で同じようにやっぱ学者さんと呼ばれている方も、大体映画監督はほぼ全員がそうなんですけど、大体その人間的にどうかっていうと非常に疑問が残る人が多々いたりする。それはいろいろ問題ある人が多い。はい。ちょっと驚きの連続ですが、ちょっとね、さっきは皆様気になってると思うんですけども、そんな、光学機動隊の名シーンが後ろに流れておりますが、改めて量子コンピューターであったり、未来の進化を考えながら光学機動隊を見ると登場するものが実現可能な世の中になってきたのではないかなというふうに思います。ここで改めてゴースト・イン・ザ・シェル光学機動隊がどんな作品なのかご説明したいと思います。光学機動隊ザ・ゴースト・イン・ザ・シェルは1989年に、四郎正宗氏によって書かれました。この原作を起点にアニメなど今も愛され続ける作品です。1995年にプロダクション IG 押井守監督によるアニメーションとして映画化され SF アニメの金字塔的作品です。今も世界中のさまざまな作品に影響を与え続けています。舞台は西暦2029年、高度に発達したネットワーク社会で多発するコンピュータ犯罪、そしてサイバーテロなどに、対抗する非公認の超法規特殊部隊公安9課の活躍を描いていますということで、私も本当にね3回見ましたけど、本当にこうどっぷり魅了される世界観であふれてまいりまして、さあ大森教授も光学機動隊2029年が舞台なんで、あと4年ですけどいかがですか？まずその、はい、細部は後で話すか、話さないのかよくわかんないですけど、はい、全体の印象としてですね、私が非常に感銘を受けているのは、はい、この一般的にこう例えば今から20年後この社会がどうなっているかということを予想するときに、はい、何でも発達しているような社会を想像するじゃないですか。はい、でもその押井監督のこの映画の世界の世界観というのはやっぱりすごくプリミティブな生活の部分というのは
残っていて、で人間関係も本当に当時と変わらないような清濁合わせ飲むような感じで、非常に古い建物も残っていて、雑踏も残っていた上で、高度な技術が共存しているっていうんですかね。わい雑な日常と非常に高度な先端的なテクノロジーが共存した中で、やっぱりいろんなドラマが生まれていくっていうんですか、人間を中心として。でしかもそれが人間とサイボーグとロボットっていう多様な登場人物の間で、これもいろんなタイプが混じり合って、カルチャーとか事件が起きていくというところの世界観ですね。これがまずね、本当に感銘を受けて、実際今そういうふうになってるなっていうふうに感じるんですよ。でそれでいろんな問題も起きてるわけじゃないですか、世界中で。でそれを見事に予言されてるなと、この世界観は。そこに非常に感銘を受けてます。なんか私もちょっとびっくりしたのが、建物がすごい高層ビルがいっぱい並んであったりとか、そういうサイボーグであったり、すごい未来的な部分もあったりするんですけど、なんか意外と車渋滞してるところとか、ゴミ収集車がほんまに今のまんまであったりとか、すごく親近感のある描写とかもあったりとかして、なんか親近感と未来感の驚きとのこの狭間感というのかがちょっと面白かったりしましたね。だからやっぱり人間の通常のプリミティブな世界の中に高いテクノロジーが入ってきたときにどういうことが起こるかっていう部分がやっぱコアにあるんじゃないかと思うんですけど、監督いかがでしょうかね。テクノロジーっていうか、科学技術のお話なんですけど、科学技術っていうのは基本的に一方向にしか進まない。それはだから可能な限り思いついたことは必ず人間は実現するんで、核兵器であろうがインターネットであろうがね、同じことなんですよ。最初はある種の妄想から出発するんだけども、それは人間というのは考えついたことは必ず実現するし、で実現した技術は必ず世の中に普及させようとする。で後先考えずにそれを進むっていうのが人間の本性みたいな部分としてあるんですよ。だからさまざまな圧力は生むけれども、結局は一方向にしか流れないのが人間の歴史だから。特に科学技術に関しては誰も止めようがない。止める力があるとすれば、ある種の独裁者的な、全体主義的な勢力が世の中の圧倒的多数を占めれば、もしかしたら止まるかもしれない。でおそらくそういう方向にはいかないから、で僕らが考えることは、科学技術っていうものが目的なのか、手段なのかっていうね、そこを絶えず揺ら動いているんです。誰もやっぱ原子爆弾を考えた科学者たちが、あれだけのなんていうの大虐殺を生むとは多分想像してなかった。結果としてはそうなったっていう、アインシュタインがその一番いい例なんだけども、彼は終生そのことに関しては口を閉ざし続けてきたわけですね。でその一方で、さっきもあったけど、量子力学ってものに関しての微妙な立ち位置を最後まで取ったって、理解することを拒んだって、多分衝撃は受けたんだろうけれども、どちらかといえば理解することを拒んだ。アインシュタインが本当に神様を信じてたかどうかはそれすら疑わしいから。であれはレトリックであろうと思うんですね。神様はサイコロを振らないという有名な言葉があって、僕もそれをネタにしてある短編作ったことがあるんですが、ただ本当に神様、彼が言う神様って何のことなんだって、それはキリスト教の神様のことではおそらくない。彼が考えている宇宙の物理的な運動全てを統一したね、彼が言うところの統一場理論みたいなものを多分指して神様と呼んだんじゃないかって。それは言ってみれば科学的真実みたいなことだ科学ってことを問い詰めていった先に果たして真実があるかどうかっていうねことを多分言いたかったんだと思う。だけどさっき聞いてて思ったんですけど、量子力学の一番すごいところっていうのは、もしかしたらその回答がないかもしれないっていう、ね、ことをしたところに示唆したっていうかね、そういうことにあるんじゃないかと思うんですよ。だから実は科学の力が持っている一番の恐ろしさは、核兵器でもなければね、なんかそういうふうな軍事利用とか、ね、そういうことじゃなくて、実は世界観を変更することなんですよ。世界観を変更する力は確かに持っている。それはじわじわだけれど、気が付いた時には日常の中に入り込んでいるんですよ。結局相対性理論であれ量子力学であれ、それなしには気が付いたら僕らの日常生活は成立しなくなっている。誰でもスマホ使ってるし、
でごく普通に衛星の情報を使ってるし、でも GPS を使ってるしっていうね、 GPS なんていうのは相対性理論がなかったら存在しないものですよね。宇宙開発全体がそうだから。 GPS でいうと今でこそGoogle マップ、皆さんここに来るのも多分 Google マップ見たりとかしたと思うんですけど、この作られた年30年前って Google マップすらなかったですですよね。はい、僕は、ね、基本的に方向音痴なのでどこに行っても必ず迷子になるんですよ。なんか見ました、地図ちょっと苦手みたいな聞きました。地図が読めない。地図が読めない。僕が唯一理解できるマップっていうのはドラクエのマップだけなんですよ。自分が真ん中にいて左右と上下しかない。あれはね直感的に理解できる。ところが普通のマップって回すと自分の位置が分かんなくなる。はい。でこれってねかなり本質的なことだと思ってるんですけど、理解できないことって言ったらね、基本的に自分の直感的な理解が及ばないことを指してるんですよ。量子力学がとにかく難しくって誰にも理解できない。僕もよくわからない。よくわからないけど興味を持ってる。だから、ね、それは、ね、何がわからないかって僕らの日常生活上の常識には直結しないんですよ。断絶があるんですよ。だからミクロな世界ではニュートン力学が通用しないっていう、ね、ことをどうしても受け入れられない。僕らの日常的な物理的な感覚の延長線上にしかミクロな世界も把握しようとできないっていう、ね、壁があるんですよね。この壁は、ね、多分高卒だろうが物理赤点だろうが、先生だろうとね、絶えずその壁っていうのはどこかにあるんだと思う。僕らはよりその強固な日常の壁の中にいるから。僕の仕事はその日常的な常識みたいなものを絶えずひっくり返すことが仕事でもあるので、だからなんとかその壁を、ね、無効化したいと思うんですよ。だからこそ興味を持つ。シュレジンガーの猫っていうのもアニメーションの世界では何度も扱われている物語として、僕もやろうとしたこと2回ぐらいある。だからね、割とね一番僕らが日常的にやってるアニメーションの世界で量子力学の世界っていうのは頻繁に用いられている。いわゆる、多元化宇宙みたいな話、あるいは繰り返される世界みたいなテーマとして、都合よく引用できる世界なんですよ。だからやってる人間が現場で実際にそれを作業してる人間が量子力学をね1ミリも理解できてない。どうですか。ちなみに大森教授はさっきもおっしゃってましたように、そうやってそんな光学機動隊に影響を受けてちょっと音楽もやってたとおっしゃってましたけど、まだ全然違う話じゃないですか。それはどういうことなんですか。音楽やってたほんまなんですか。若い頃ね、音楽やってたんですよ。で20代の頃に、そう20歳前後の時にね、ちょっとそのバンド活動されてた時の写真があると聞いたんですが、これでこちらです。これはもうちょっと前、これ高校時代にこれ高校の先生に知られると怒られますけど、高校時代に夜にライブハウスでライブやってた時の写真なんで、だから実際にライブハウスとかでオリジナルでやりだしたのはこの数年後ぐらいなんですけどね。まだこれ高校生です。17歳とか17歳でそんな感じだと思いますけど、ちなみにさっき開場されてから私が出てくるまでに流れてた曲、大森教授の音楽だったんですよ。なんかすごい広大な印象で、こうなんか星が流れてるようなイメージを感じるんですけど、どういう意図なんですか。意図ってああいうあれは作ったイメージ、イメージはねどっちかっていうとやっぱりその広角的な世界観みたいなもの、例えばニューヨークとかロンドンがああいうふうに、発展していった時のイメージを自分が日本人が歩いているっていう異文化のそういう印象を感じて作って書いた曲なんですよ。というかあれ詩が入ってないですけどね。本当は歌入れなきゃいけないんだけどデモテープなんで、だけど今更難しいですね。じゃあこれからまた新しい曲を作るかもしれないってことですか。ちょくちょく書き溜めてはいるんですよ。そうなんですか。寝れてますか。研究もされて音楽活動もされて、そんな一日に何曲も書いてるわけじゃないんで、今はだから数年に1曲とかそのぐらい気が向いた時に後々老後に使おうかなと思って。
楽しみで年金ございます。もあんま多くないみたいだし、今はバイト用にちょっと現実書き溜めてますけど。的なことやめてくださいよ。ちょっと未来見せてくださいよ。いやいや、本ちなみに当の話。押井監督はどんな20代を過ごされてたんですか？僕はさっきも言いましたけど、はい。まあ、高校時代はほとんど勉強しなかったので、多分奇跡的に大学に合格してですね、まあ、国立の二期校だったんですけど、聞こえづらかったです。すみません。国立二期校に実は一発で合格したんですよ。おまあそれはね、私は基本的に土壇場になると運が向いてくる。お素晴らしい。崖っぷちになると必ず救世主が現れるっていうね、でそれは仕事足がついてますっていうかっけえ。そういう話なんだけど、試験の前の日に読んだアンチョコっていうかね、参考書が全部そのままテストに出たんですよ。だからそれがなかったら多分大学行ってないし、浪人したら多分ね、その後絶対大学行ってないと思う。学生時代もだから同じ、僕は大学6年間いたんですけど、それはなぜかというと授業に出なかったので単位が取れなくて、で何したかって言えばほとんど映画館にいるか、あるいは自分の下宿で本読んでるか、どっちかですね。ほとんど映画館にいたんじゃないですかね。あと映画作ってたのでお金稼がなきゃいけない。映画大変お金かかる。自主映画でも1本作るのにアルバイトで約1年間は働かなきゃいけない。バイト何してたかって聞いてもいいんですか？肉体労働系ですね。もう自動車工場の生産ラインとか、あとはまあなんだろう、工事現場ですね。工事現場内装工事の下働きとか。そうなんですね。ただ肉体労働しかしてなかったです。なぜかというと大変に髪が長くて汚かったので、接客業とか雇ってくれないんですよ。そうなんですか。肉体労働で稼ぐしかなかった。だから今も確かあれないんだけど、服も1枚しか持ってなかったし、だから1枚だけ。さっき気になってたんですけど、 T シャツは狼ですか？何ですか？何がプリントされてるんですか？これは森山大道さんっていう昔のカメラマンが撮った野良犬の写真なんですけど、今日ここに来るときにですね、とにかくキャラものの T シャツはやめてくれと。コンプラがうるさいので、ミャクミャクとかねありますから。あとメーカーのこれはもうダメで、いろいろ探してみたらそのコンプラに触れないシャツこれしかなかった。だからこれ着てきたんで。かわいいです。あとは大体キャラクターものがほとんどなんですよ。そうなんですね。どんなキャラクターなんですか？それも言っちゃうとさすがのあるのかな。まあ基本的にはこういう仕事をしているので、いただき物の映画のキャンペーン用の T シャツとか、あとゲームの T シャツですね。そういうのがほとんどですね。あとは基本的にまあこれ言っちゃっていいのかな。なんか某プラモデルメーカーのコンプラで定型の T シャツとかね。わかるね。イメージつきます。星が2つ入ってるやつ。そういうのばっかりなんで、公の場に出るのはなかなか難しいんですよ。そうなんですね。でそういう時のためにこういう中立的な T シャツを何枚か持ってるんですけど、今朝見たらこれしかなかった。そういう話は何の話だっけ？結局学生時代ってほとんど記憶にないんですよ。あんまりこう精神らしいことって何一つしてないので、女の子と付き合うこともなかったし、ほとんど映画館にいたんじゃないですかね。奥様と出会われたのは何がきっかけなんですか？あれなんかね、どっかでなんかね、ナンパじゃないですね。どっちか言えばされた方かもしれない。社会人だったんで、相手が。だからそういう意味で言えば、自分から誰かを口説いたとかいう経験はほぼないですね。だから結局ね、必要な時に必要なことを何もしてこなかったんですよ。その代わり何をしたかっていうと、いわば妄想をたくましくして生きてたんで、基本的には絶えず上の空で生きてたんです。よく言われたんですよ。だからいつ言ってもなんか上の空だみたいな顔してるっていう。アルバイトしててもね、よく怒られたんですよ。なんか別のこと考えてんだろうとかね。なんかこうちょっと上見てぼーっとしてるらしいんですよ。でもそういう妄想人間だったので、多分この仕事に合ってた。でもそうやってすごいこう妄想というか、表現力豊かな方なんだなってすごい今日感じたんですけども、この映画を作るにあたってなんかこう難しかった点とかあるんですか？結局ね、シロさんの原作もそうなんですけど、
こういう物語って結局言葉の力なんですよ。新しく作られた造語だらけの世界で、電脳とかね、はい。そういうような言葉をどういうふうに視覚化するかっていうさ、僕らの仕事はすごく単純で、単純だからこそ難しいところあるんですけど、はいまず植物的なものなんですよ、映画っていうのは。つまり今まで見たものでなければお客さんは誰も理解できない、言葉っていうのは今まで聞いたことない言葉もなんとなくね、もう漢字の持ってる力とかでイメージできるんですよ。だから映像っていうのは実は誰も見たことがない映像っていうのはそれは何者でもない。だから高架機動隊の世界でもその超高層のビルがあったり、ある一方でマーケットが出てきたりとか雑踏が出てきたりとかドブ川があったりとかね、すでに知っているものの組み合わせで、過去にあったものの組み合わせでしか近未来の世界っていうのは表現できない、はいはい。それが映画なんですよ。はい。だから考えなきゃならないのは、自分が絶えず日常に見てるものをどういうふうに組み合わせるか、その時にどういう状況があるのか、雨が降っているとか、はい。夜であるとか、黄昏れているとか、はい。そういうことを絶えず組み合わせることを妄想と呼ぶんですよ。へー。何もないところから何かを考えることは妄想でも何でもない。なんか過去にあったものでしか未来があって今のお話ちょっと量子力学っぽいって思ったんですけどどうですか？量子力学、量子力学っぽいなって思っちゃったんですけど合ってますか？過去にあったものは過去にあったものがうん未来に関わる、過去にあったものが未来に関わる、はい、それじゃないか。いや過去にそれは絶対関わると思いますけど、はいうん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 可能性が高まるっていうだけであってえ今でしかわからないことなのか。あ、僕はね、一つ思ってるのパニックパは、ニック。科学っはいて物理学もそうだし天文学もそうなんだけど、数式が出てくるじゃないですか。難しい方程式が出るじゃないですか。はいはい方程式の向こう側に何をイメージできるかっていうことがね、鍵になってると思う。そうですね、で僕は方程式ってやつがとことん苦手で、だから違うものを組み合わせるってことでしか仕事ができない、つまりそれが何かしたら日常を見ている中にある、例えば電信柱とかね、はい電信柱は誰でも電信柱だっていう、上に乗っかってるトランスがあるでしょ、変圧器、トランスってよく見るととても複雑な形をしてる、はいはいある意味で言えばものすごくかっこいいんですよ。はいでもあれは誰もにすぐイメージできないし絵に描けないし、でそのためにはやっぱ準備が必要なんですよね。写真撮りに行ったり実物をなんか見に行ったりとかね、でそういう手間暇をかけた上で出てくるのが妄想ってものなんですよ。へだからー。方程式を理解するためには数学の知識を重ねていかないと、はい勉強いっぱいしないとその先はイメージできないわけですよね。その方程式が何をイメージしているのかってことは永遠にわからない。同じことが多分映像の世界でも同じようにあるんですよ。さっきね、監督がはい言われたじゃないですか、一番最初、ちょっと前に言われて、最初に妄想があって、それがその数式になるみたいなのがあるんじゃないかと、はい実際、今日ご紹介しはいた物理学者の中、誰とは言わないですけども、やっぱその自分のアイデア、世界観というのがまず最初に出てきて、それを他の人に伝えるためには共通語として数学しかないので、我々は。これを数式に直すときに非常に苦労したっていう逸話が残っている人もいますね。だからやっぱ監督言われるように最初にやっぱ世界観というか、見えるものが感じるものがあってその先に数式がある、そういう順番のこともよくあるみたいです。やっぱりタイプによるんですけどね。あとやっぱりその非常に美しい方程式とそうでない方程式があるっていうね、言い方があるじゃないですか。だからその組み合わせってそういうことだと思うんですよ、僕は。だから日常的なものを並べて近未来を考えるっていう時に組み合わせ方によってはとても美しくなったりする、ドブ川が一緒にして非常に美しい世界になったりする瞬間があるんですよ。それは例えば雨が降っているとか、その中にある機械の残骸が転がっているとかね、そういうことなんですよ。だからその一種シュレアリズムの考え方に近いんだけど、異なった要素同士をぶつけ合って化学反応を起こすっていうね、ってなことが映像ではたまにあったりする。でもなんかね、それは何を基準にそれを考えるかというと、やっぱり美しいかどうかなんですよ。あるいは気持ちいいかどうかなんですよ。でそれは多分お客さんに必ずアピールするから、そうするとその先いろんな難解な世界観があったとしてもとりあえず入り口を用意できる。でこういう世界を考えるときにまず街から考えるっていうのは、まずその世界に入り込んでほしいから。
その世界に入り込んだ上で、はい、特定のキャラクターに興味を持ってもらう、でもそういうふうになかなかならないんですよね。その入り込むで言うと私なんかずっと引っかかってるのがその雨のシーンが広角機動隊でもあったと思うんですけど、傘さしてるシーンなかったんですよ。で私ずっと思ってるんですけど傘って進化せえへんなってずっと思ってて絶対足びちょじゃなるじゃないですか。で調べたら日本って室町時代ぐらいからもうずっとあの形なんですよ傘。なんであんな進化しないんですかね。雨ってものに対する文化の違いっていうのがあるんですよ。はい、やっぱヨーロッパの人は傘ささないですよね。基本的にささない。日本って多分雨っていうものをどう受け入れるかって文化があって、傘っていうのはその文化の中に入ってるんですよ。だからいろんな傘を作るし、いろんなデザインを凝るし、安い傘も高い傘もいろいろ作るわけですよね。で傘っていうものだけが独立して違う装置として使われることもある。へえ、そういう想像の仕方。それはだから結局ね、自然現象っていうものをどう受け入れていくのかっていうのはそれぞれの国とか民族でみんな文化が違ってるし、で同じように実は科学もそうなんだって、はい、と僕はどこかで思ってる。量子力学みたいな考え方っていうのは多分もしかしたらだけどね、東洋的な考え方の方が馴染みやすい。そうですね。だから中国の方は割と今日の話してもそれが何なのみたいな感じになる時があるんです。いつもコインの表と裏があるっていう考え方をするみたいで、別に粒でも波でもいいんじゃないの、そういうこともあるんじゃないのって言われることが多いですよ、中国の人には。だからこの今日の講演は中国では通用しないんです。そうなんですか。確かなものを一つずつ積み上げていって真理に近づくっていう考え方、割とだから西洋的な発想なんだけど、で同時にさ、根っこの方でね、例えばソクラテスっていう人がさ、相手によって違うことを語っていいんだっていうさ、それはソクラテス的な考え方で、じゃあプラトンって人はちゃんとリズムで考えなきゃダメよっていう、相手が誰であろうと、だから彼は本書いた。ソクラテスは本書かなかった、ね、西洋でもやっぱ違うんですよ。でそれは多分キリスト教っていうのが出てきてから真理は一つしかないっていうね、目標ができちゃったから。だから事実を積み重ねてってっていう近代的な考え方が科学ってものを魔法から科学になったって。で東洋ってさ、割とね裏もあれば表もあるし、確かに相手が変わればね言うことも変わるんだよってさ、確かなものなんてこの世に一つもないんだっていうさ、割とそういうのね平気で受け入れちゃうし、その方が自然だし、そうやってその考え方していった方が生きるの楽なんですよ。日本は昔はそうだったんですかね。ある時期からそうなった。我々なんかだからやっぱこっち側に洗脳されてて、やっぱり波と粒子がどっちかじゃないと気持ち悪くなってるんですよね。でも同じ数学でもさ、いわゆるだから和算っていうのがあるじゃないですか。日本流の算術っていうかあるんですよ。西洋的な数学と全然違う世界があるんですよ。なので微妙に同じことやっててもアプローチが違うってことがままある。ありますね。でそこがまたね、科学の世界の面白いことの一つで、必ずしもその抽象的なものだけ扱ってるわけじゃなくて、どっかしらで美意識があったりとかね、価値観が出てきたりとかね、方程式一つとっても美しいかどうかっていう、そういうのがあったりとかね、そこら辺がやっぱり人間臭くて面白いし、やっぱり科学も文化の範疇に入るんだっていう、ね。そうですね。大森教授は今のお話を含めて、その今まで学ばれてきた研究も含めて、そのこれからの、量子コンピューターが発展していくそのテクノロジーであったりとか、どうなっていくとお考えですか？そうですね。量子コンピューターってちょっと特殊な存在、これだけじゃないですけど、ちょっと特殊な存在のところがあって、背後にあるサイエンスっていうのはすごく深遠なんですよ。もう基礎中の基礎じゃないですか。ミクロな物質は波なのか粒子なのかみたいな話。なのにその深遠なサイエンスのエッセンスをうまく利用して今度はテクノロジーを作ったまた全然違う方向の軸の、エフォートなんですよね。でこちらはやっぱ本質をつかめば済むんだけれども、こちらのサイエンスの方でテクノロジーの方っていうのは今度は精度がいるんですよ。でしかもそれがね1万分の1とかなんかそのぐらいのミスしか許されないとかいうそういう世界なんですよ、量子コンピューターを作るっていうのは。
だからこの2つを融合させるっていうのは非常にやっぱ多分新しいことで、はいそういう意味ではこれまでの、サイエンステクノロジーとはちょっと違った質感を持っている分野だなっていうことを感じていて、で要はですね、その人間のサイエンスの部分というのは監督も先ほどからおっしゃっているように、はい妄想はいくらでも出てくるんですよね。はいだからいくらでも発達していくと思うんですよ。宇宙の果てであるとか意識っていうのはどういうものだとかいくらでも出てくると思うんだけども、はいやっぱサイエンスはやっぱそのさっきの1万分の1みたいな世界を追い詰めていくっていうのは本当にできるかどうか分かんないっていうまた別の話なんです。はいだからこれがどういうふうに10年後発展しているのかっていうのは全く予想がつかないですね、はっきり言って。だからその場その場でベストを尽くしてエンジョイしながらやっていくっていうことが、唯一の方法だなっていうのを監督のお話を伺いながら改めていやー思い直したところですね。面白い、いやーなんかすごいですね、複雑で、なんかこう信じがたく、おお、神田がびっくりした、なんかすごい信じがたいことばっかしで、なんかこう常識が覆されるというか、そもそもじゃあ自分が違和感を感じるその根拠すらもなんか思い込みに過ぎないのかなみたいな、なんかこう全てが記憶ってじゃあ何やったんやろみたいな、全部こう塗り替えられるというような感じですごく本当に実際広角でも塗り替えられてますし、ね、はい、なんかすごい面白いかったです。先生と話してて思ったのは、はい、量子コンピューターって実はね意外に筋がいいんじゃないかっていうの、ね、なぜかというと量子の働きっていうのはじゃあ自然の本質そのものの部分があるわけですよね。つまり説明できないけれども確かにこの現象が起きてるっていうね。で実際にその原理的なことはもしかしたら最後までわからないかもしれない、だけど計算上はこうなるし確率上はこうなるしっていうね、だ技術としては十分使えるっていうさ。でこれねもしかしたら量子コンピューターが一番向いてるのはやっぱ自然のシミュレーションなんじゃないかっていう、なるほどね、自然の原理そのものから出発してるところがあるから、だからもしかしたら自然を再現するっていうね、自然系のあるいはカオス系のシミュレーションに一番向いてるんじゃないかっていうね。だから量子コンピューターってやたら早いってことが飛び沙汰されてね、早い そればっかり有名になっちゃったけど、はい、早い、ね、富岳が、ね、何十年もかかる計算を数分でできるとかね、それは事実かもしれないし将来そうなるかもしれないけど、そこが僕は大して重要だって実はあんま思ってなくて、そうじゃなくてさっきも言ったけど世界観の変更を迫るっていうかね、そういう力がもしかしたら可能性としてあるんじゃないかってさ、つまり科学ってものは真実を追求することがテーマだっていうさ、アインシュタインもそうだったし昔の科学者はみんなそれを目指したって。でもそうじゃなくて真実があるかないかはもしかしたら重要じゃないのかもしれないってさ、ね、それが重要なんじゃなくて起こっている現象を人間としてどう捉えていくのかっていう、つまり科学観そのものの変更を迫る力があるのかもしれないってさ、そこが僕にとっては一番魅力があるところで、それはねAI と一緒なんですよ。AI っていうのは人間の脳の働きのシミュレーターじゃないんだっていうさ、人間とは違う知性の在り方がもしかしたら出現するかもしれないってさ、だからこそ AI は面白いんだっていうある AI のその学者さんが言ったことがあるんだけど、同じなんですよ。何が出てくるかわからないってさ、白人間は猫じゃないけれども蓋開けるまでわからないっていうさ、そこが多分科学のワクワク感の根本にあると思う。でそれがなくなっちゃうとね、多分その知的な面白さっていうか探求心っていうかさ、科学って基本的にワクワクするものなんですよ、どんな分野でも。それが多分ね、一番興味があるところだし、それは僕らの日常のね見てる世界を変える力があるかもしれない。それが一番だから、特に映画やってる人間にとってはそれが一番興味がある。いやありがとうございます。ちょっとぜひ次の作品に使ってください。本当だ、本当ですね。確かに、使うかもしれないし、今のだけですごいこうイメージが膨らんだというか、ありがとうございます。今後も楽しみなんですが、お二人の今後のちょっと活動をお聞かせていただきたいんですけども、まず大森教授から今後の活動についてお願いいたします。今さっきちょっと話しちゃいましたけどね、それはね、今その内閣府のプロジェクト
やらせていただいて、はい量子コンピューター作るというミッションに、はいを担いながら、はい、皆さんの期待を受けながらやってますんで、はい、まずはそのプロジェクトをやっぱり結果を出していくっていうことが一番、大事なことだったなと思っています、はい、でその一方でやっぱりその今日のお話のテーマだった世界観、監督が言う世界観に私は一番興味があってこういう研究をやっているというのがあるので、そこもできれば極めていきたいなというふうに考えていますね。特に2つのことを求めながらやっていきたいと思っています。あと、音楽ですね。そうね、それは老後の備えとして、楽しみにしております。いかがでしょうか、押井監督。仕事に関する今何やってるかとかは最近ね、そのコンプライアンスっていうのがやたらうるさくなって、一言でも喋るとかなりやばいことになるんですよ。何やってるかっていうのは絶対に言えなくなっちゃった。昔みたいにちょっと口が滑ってポロッとかね、そういうの許されなくなっちゃったんですよ。これは思わずポロッとっていうのが、得意だったんだけど、もうダメになったので今現在2つか3つの仕事を抱えてます。でそれは多分皆さんの前に登場するのは早くて来年の暮れ以降、再来年になるかな、ぐらいの感じで毎日仕事してます、で僕は実はつい先日74歳になりました。おめでとうございます。74歳74歳ですか。若い。すみません、そういえば年齢をすみません、私確認しなかった。あんまり頭の中が進歩してないので若く見えない結構年なんですよ。だからね、そろそろ現場ではね、そのじじ扱いじゃなくて化石に近いんですよ。化石と呼ばれることの方が多くてですね、どこ化石じゃないです。どこの現場行っても僕より年寄り探すのが大変なぐらいで多分現役で監督やってらっしゃる方でアニメに関して言えば、僕の上って3人ぐらいしかいないと思う。で今でも現場で実践してるっていうか、実際に仕事を抱えてる人はもしかしたらいないかもしれない。そうなんです、いつの間にかそうなっちゃったんですよ。ただ僕はなんかね、老後に何やるかっていうね、先生みたいに音楽とかね、別のジャンルを持ってないので、僕は興味があることはみんな仕事にしちゃった男なんですよ。ゲームだろうが何だろうがね。だから趣味ってものが全然存在しないので、多分体が動くうちは、映画の仕事をするしかないだろうなと思ってます。化石って言われて反応したのか、このイベント側の大人が写真をっていうことなんで、ここで記念撮影をしたいと思います。ぜひ残そうということで、ありがとうございます。では皆さん、ここで写真タイムに入りたいと思います。もうね、あっという間でして、いっぱい聞きたいこと正直めちゃくちゃあるんですけども、本当はお客様、立って OK です。すいません、立ち上がっていただいてもいいですか。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。大事だ。すいません。すいません。私がありがとうございます。すいません、ありがとうございます。しっかり貼っていただいてありがとうございます。写真タイムです。ぜひ、これ私も写っていいんですかね。いいんですか。ありがとうございます。はい。嬉しい。すごい。めっちゃギャル。2人ちょっと、すいません。すいません。これも古いって言われたんですけど若いです。古くないです。若いです。かわいい。かわいい。ずっと見てたいな。かわいい。ありがとうございます。すみません、これ可愛いとか言っちゃダメですね。すみません、ありがとうございます。そして、これにてイベントは以上になるのですが、会場の皆様、そして配信をご覧の皆様、そして大森教授、押井監督、本当にありがとうございました。本日の模様はですね、後日配信も行います。皆さん今日ね、いっぱい見返したいと思うので、ぜひチェックしてください。そして、詳しくは、分子科学研修所ホームページをご覧いただきたいのと、皆さん今日お写真いっぱい撮っていただいたと思うんですけども、 SNS に発信してほしいです。マジでお願いします。で、あともう一つお願いが、ハッシュタグをつけていただきたくて、分子科学研究所ってつけてください。ハッシュタグ分子科学研究所。はい。で、私もインスタと X に見本として上げてるので、はい、フォローしてください。ありがとうございます。お願いします。ということで、OK ですかね。はい。ということで OK ですかね。写真も OK ですかね。はい。ということで、以上関西万博からお届けしました、押井監督、そして大森教授、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。楽しかった。